苦しげで君の顔がよぎるよ。ハリュー君って複数名で振り付けを踊るっていう経験ってどれぐらい経験ありますか？いや、ほぼないです。以外ないね。オッケー、分かった。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない Never let go 瞬間にかけろ Never let go 運命を変えろ踏み出したその足が幾度震えていたとしても何回だって自分を褒めろ。目力すごく目力すごい。いやここかな。やっぱりここだった。まあいろいろあるんですけど、話すことも話さなきゃいけないことも。うちは、ノベルコアとかアイルザ・ショータとかエリー・ボーイとかのソロアーティスト、俺もいるしソロアーティストがいる一方でBE:FIRST っていうボーイズグループを作って、2組目のボーイズグループはやっぱり2022年のどっかのタイミングで作りたいっていうふうに思っていますと。全部キャラクターが違くてムードも違くて、でそれがこう時にユナイトするマーベル的な面白さをやっぱりちょっと追求したいなと。プロフェッショナルとしてデビューしてほしいなっていうのがあります。3月4月とかにあたってはちょっと課題曲みたいなものを用意してみんなで歌い分けを決めたり、集団で同じことをみんなでやるということを実際にやってみたいなと思います。意外性がある方がいいなと思ったので、ちょっと古い曲にしようかなと思って、この曲4人でちょっとやってみてくれないかなと。ああ、そうか。急にね、スペイン語だもん。スペイン語だから。スペイン語来たから。この曲を知ってるという方、いらっしゃいませんでした。なんと20年前の曲でございます。それ俺らが生まれた頃だよね。俺19だ。そうだよ。2002年の2月20日なんで。あ、生まれてる生まれてる。こんなグループなんじゃないかって思う人います？単発ね。単発ボーイいるね。単発ボーイ、ね、あとなんか焼けてそう肌が。ちなみにジャケットがね、まさに単発ボーイで焼けてます。そこは出てくんのやばいな。ダパンプ。4人時代のダパンプなんですけどのコラゾンという曲ですね。コラソンは最近2000年頃の音楽、来てるじゃないですか。でもう一回聴いたらすごいいいじゃないですか。でトラックもあれ今井さんでしょ。だから当時の R&B のトッププロデューサーがプロデューシングをしたボーイズグループと思って聴いたらめちゃくちゃかっこよくて、でライブ映像も見たんだけど、当時の録音技術今より絶対歌下手に聞こえるんだけどめちゃくちゃうまくて、ＩＳＳＡさんってやっぱとんでもないなと思いながら、それできてる人が実際にいるんで、一曲あれすると歌いながら踊れる人がいるんで、ってことは彼らも別にできないっていうことではないので、人間としてあんま近い世代の近い人を目標にしちゃうとスタイルが似ちゃうし、かといって遠いともう参考にしようがなくなっちゃうっていうか、時代変わりすぎるとっていう意味でベストの楽曲およびグループだったので、ダパンプさんのコラゾンにしましたね。僕があくまでも見たいものっていうのはそういった意味でザ・ファーストの時みたいにクオリティとか
クリエイティビティっていうものを見たいわけではなく、今回見たいのはグループのメンバーになった時にどういう輝き方をするのかっていうのが一つなので、そこが個々人に見ることになると思います。でもう一個は集団でものを作っていく時にどういうふうに進められるかっていうことの方が大事だと思うので、やっていく中でお互いがお互いをリスペクトし合ってるかとか、リスペクトされているかとか、そういうのはなんかすごく気にして見ますので、そういう感じです。はい、まあね、こんだけいろんな人間がいて、みんななんか歌ったり踊ったりしたいっていう人だけでもめちゃくちゃいっぱいいるのに、世代も近くて同じところにいてっていう縁ってやっぱ相当ないので、何億年も地球がいる中で結構な確率で巡り合ってるっていうのを考えると大事にした方がいいよね。チームで作る時のコツがもし1個抽象的なことがあるとしたら、悩むとみんなこうってなるから、目線を上げると意外と解決することが多いです。顔を見るというのが意外と大事、でまだ行き詰まってるなと思ったらもう目線を上に上げるそこまでそういう時もないパフォーマンスもそうだし、ずっと下向いてると入ってこないで、ルックアップルックアップやっていきましょう。はい、よし、じゃあ A メロ頭は俺かなそこ4人で乗ってよ。でむずないだけそう俺が楽でしょうしか言わないいいの楽でしょう、これが愛でしょう。いいもの作ろうね作ろうね。もしこの区切りで歌うってなったら、次に出てくるのが、次の人が出てくるのが1分後、だっていうのが自分引っかかってて、どうかなって、まあ、歌ってみないとあれだけど、間延びしちゃうというか、一人二人しか出てこないやってなっちゃう。それが気になって、でさっきそれを帰る風に言ったらありなんじゃないかな。2つ目の入りはしたいかも。なんかレイちゃんからの俺の流れっていうのはなんかしてみたかった時もあるし、こんなに忘れられない一人きりの部屋、君の顔に残るよ。めっちゃ振りっていうよりかはサビとかしっかり踊るところありつつ、なんか他のところはなんか秋広先生のレッスンみたいな、ちょっとノリとかをなんか大事にしたいような。まず4人っていう数が意外と少なく見えるから、構成をうまく組み合わせてというか、なんか迫力を見せることが大事だなと思っているのが一つと、なんでああいう風にうまく見えるかなって思った時に、なんかその1の構成から2の構成に行く時の移動、結構シンプルな構成でも移動を結構考えたらよく見せれるなっていうのを思いました。以上2人がちょっとカッコつけながら前に出てきて、4カウント使って、1、2、3、4で前に出てきてほしい。オリジナルがさ、やっぱハウスっぽいし、アップテンポなミュージックだから、多分それの中に取り入れていこうとすると結構こう忙しくなっちゃったりとかすると思うから、さっき言ってたその止まる部分とか、止まってる人がいるとか、多分それを入れてもあんまり止まってる人がそんな時間かかってないように見える。結構その辺のバランス考えていけばどうでしょうか。いいね。やっぱ答えなんじゃないですか、これは。見る目が違う、もうなんかめっちゃありがとう、楽しいなマジで。これ振りあれ基本的には4人で考えてるんじゃない。まあランを中心に、ほぼほぼラン君中心にみんなで意見出し合いながら。横を意識する
ちゃめちゃ大事、今から持ってたら絶対に大丈夫だから、みんな今から持つように、どうやって見せるか、各個人それぞれの個性でどうやって見せるか、もっと自信持っていいから殻をこう破って、もう上手いとかできるできないとか関係なく1個それ破けるだけでだいぶパフォーマンスとして変わると思うから、ちょっとそこが目標というか。2個あって、1つ目はこちらが見ること、純粋なグループのメンバーになった時にどういう風に見えるのだろうというだけの話、ランとレイコに関して言えばもう見ていることですよね。それが、ザ・ファーストフィルターもあったので当然それを1回全部フラットにして1回グループのメンバーとして歌ったり踊ったりしているところを見てみたいなというのが一つで、もう一個はそれにって何が辛いって、デビューしてからもそうっちゃそうなんだけど、先の見えない迷路の中を走り続ける作業じゃないですか。初めて出口の方に光が灯るのが見えるというか、グループをやってデビューするっていう可能性が自分に芽生えた時に、その彼ら自身に変わることってやっぱあると思うので、ただ歌のレッスン、ただダンスのレッスン、それ以外のさまざまな講義も含めてっていうことじゃなくて、まさに疑似的にグループ活動することって彼らにとって目標ができてくると思うんですよね。それを仕事にしていくっていう。で具体的に想像した時にそれを仕事にして一生やっていきたい、これが僕のやることだとなって一層燃えると、普段のレッスンの効率も全然変わってくるし、もし違うなって思ったらこのタイミングしかないっていう意味でも疑似グループは必要だなと思いました。何のために練習してんのってなっちゃうんで、やっぱそこはこの日に見ますよっていうで、それだけでいいんですよね、なんというか。でその幸か不幸か BE:FIRST の現場にほぼ出ているとトレーニーと接する時間っていうのはやっぱ減ってくじゃないですか。だから日高さんがパフォーマンスを見て評価しますっていう場によくも悪くも意味が出たっていうのはあったんで、気合い入れてやってもらったという感じですね。おはようございます。元気かい？元気です。コラゾンどうだい調子は？この前振りを完成させたので、こっからは猛スピードでクオリティ上がっていくんじゃないかなと思います。コラゾン今どんな調子か少しだけ見たりしてもいい？今もう消えないイントロかけるよって言った瞬間にスイッチ入れる感じとかは、レイちゃんステージ慣れがあるね。いやステージ慣れがあるね。かっこいい。レイコとランは当然ステージ慣れそれしてるだろうって話なんだけど、余裕が見えたのもすごい良かったし、生徒も余裕そうだね。セイリュウとカイトはあれだね、歌う前と歌った後に意識途切れちゃうね。特にカイリュウが今んとこ顕著なのね。歌った後にさ、振り踊る時にさ、ここまで歌う、ここからダンスしなきゃっていう風になっちゃうのがあれだから、ダンスうまく踊る踊らないとかは正直言うといざパフォーマンスするとどうでもよかったりもするじゃん。どうでもいいことはないよ、大事だよ。でも踊ってる時になんかカウントのこととかさ、次こっち動かなきゃとか、そういうことは考えない方がいいね。だったらまだ見せた方がいいっていうか、やっぱりもう目線上げて踊ってる時もダンスが歌ってるようになると良いなっていう感じがするね。カイルダンス頑張ったもんね。頑張ってます。地道に今は本当いろんな振り入れようとしなくてもいいから、レッスンで1回やった振りを繰り返しやってってほしいな。なんか、基礎練とかもそうだけどコレオグラフとかも同じ振りが
多分まだ今はやればやるほど同じ振りがどんどんかっこよくなっていくと思うから、昨日より今日より明日でかっこよく踊れるようになっていくタイミングだと思うんで、ちょっと楽しみですね。生徒ラップもっと上手くなるね。あ、本当ですか。今日の段階だと歌の方が良かったね。ラップになるとき力が入る場所が多すぎてこう声がちっちゃうっていうか、歌だと歌詞聞き取れるけど、ラップだとあんまり聞き取れなくてねラップまだ全然良くないよ。才能あると思う。すごいこの感じだったらもう一曲くらいいけそうだねと思って一曲用意してきましたファンタジーはまず B ファのデモも含めて作ってる曲の中にあってすごい好きな曲だったんだけど B ファではないような気もちょっとしてて、2つ目のグループはこういう曲をちゃんとやれるグループっていうのが生まれると B ファと差別化ができるなと思ったので、方向性スタッフとかでも話すわけじゃないですか。やっぱり BE:ＦIRST とはまた異なった音楽性をっていう話はするし、こういうのって言うけど、そう具体的に言うと何っていうのってやっぱり既存曲で言ってもダメで、やっぱり新曲を作った状態でこういう方向性じゃないなんとなくっていうグループ人格を定めていく作業、明確な差別化っていうのは要するにこういうことっていうのをスタッフ全体も含めて提案できるための曲がファンタジーでしたね。絶対俺年内に間に合わせないといけないと思ってるので、ってことはもうそんなに先じゃないじゃない。最高の仲間とやってこの半年間1年間頑張ってきてよかったなっていう瞬間がマジで想像が具体的になればなるほどそのまま現実になる可能性はそのまま上がっていくと思うので、それをねやりましょう。でそうなると想像の中のその画面の向こうでパフォーマンスしてる人と今の状況の自分の差っていうのも残酷なほどに現実的になってくると思うんで、それを乗り越えていくって作業一個一個やっていったらすげえ伸びると思います。一番良かったのはなんか伸びそうなバイブスが今出てるっていうのはすげえ良かったです。言ってもほら6回かけてやっとこの長さの曲1曲っていうのはプロフェッショナルとしてはとても遅いっていうのも確かだと思うし、なのでその両方、いいことの方が多いけど年内デビューっていうとそんなに時間ないからね、頑張っていきましょう。頑張ります。はい、じゃあ月末見れるの楽しみにしてます。ありがとう時間もらっちゃって。ありがとうございます。今ね、一人ずつバラバラです。仕方ない。一番最初これでいいです。まあ仕方ない。でね、案外相手のことをちゃんと考えてあげるっていう、そして自分が引き立つ、相手も引き立つ、そして今相手がメインである、自分今コーラスである。だけどコーラスは手を抜くものではない。ちょっとカイリが今ね、ちょっといい加減なコーラスをやってたからそれを言わなきゃいけないということと、やっぱりそれを2人が合わせようという気が今ない。おかげさんで自分が目立とうもあんまりまだない。なので我がちゃんと一人ずつ発揮されてほしい。ランの場合はもっと格好つけてナルシストになって歌うっていうこと。こんなに忘れられない、他の誰といても君の顔がよきるよ。でいいでしょ、はい、それと目線わざと外すっていうのがめっちゃナルシストの見せ方。こんなにむずいこれ。それ難しい。ダメ。こういうのをやり方でも当たるから。はい。こんなに忘れられない。これ基本下見てる。みんなチェックして基本下見てる。ダメって言わないの。ダメって言わないの。俺
なんか自分の顔見れないんだよ。あ、それはダメだよね。デビューできなくていいよね。なんかいいよね。男前やろ。いや、頑張ります。頑張ろう。まあだからね、できるよ、できるよ。こういうランナーみんな好きなんだろうけどね。ダメよ。ステージの上では僕は変わりますっていう。そこで上乗せされたものがね、私。え、療養先生をぶっ通そうぜ。だからバッチしまった君の手きっとロスタイムなんて絶対ないでもガイドだって何も意味ないねなんてだって伝える愛を伝えずっと話せないぜまだ惹かれてくレコ、歌うまい。ありがとうございます。そしてでかい。でね、ちゃんとでかくなっちゃって、この中で俺がしっかり歌わなければどうするんだっていうのがもう分かる。なので、それによってやっと責任感がつきまして、レイコ君にやっと責任感がつきまして、ここまで伸びました。そしてこのぐらい出して歌ってるってことは、カイリュウもこのぐらいのボリュームを出さないとダメだな。抑えすぎるとカイリュウの先輩はレイコよりちょっとちっちゃいみたいなので、最近いっぱい褒められてよかったね。もっと頑張る。だって前と全然違うもん。この間も思ったんだけどね、あんたも思うでしょ、前の人じゃないよね。全然違う。自分も思います。なんかこう私喋ってて、ね、みんななんとかかんとかって言ってても、なんかもう途中で飽きてこうなってたりとか、結構あったよ。そうですね、なんかもう、そういう人だったよね。なんかもう話を聞きたくなかった。ひどくない？今までは思いますよ。いやいや、私がとかじゃないでしょ。はい要はなんだろう、その時の自分の気持ちのわがままさに負けちゃってたな感じだったよね。そうそうそう。聞きたくんのか。なんだそれ。過去形ね。私でも短さだったから、それでもね、廊下で歩いてても何してても、すぐこうね。あれは歩き方も変わったかも。で、すぐため息ついて下向いてるようなとこがあって、こんなに機嫌がくるくる変わっちゃう人ってデビューしにくいよねって心配してたの。そしたらね、言ってました。はい、言ってくださいました。私言ったよね。はいそうなんだよ。こんなにご気分屋だと。半年前くらいですかね。ちょうど。が一番困るよって。デビューできない理由になるよって言ってる。困るじゃんだっていちいち流れたり落ち込んだり寝れなくなったとかあんまり騒がれても。はい。ということで。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。そう。疲れたマジで。みんな衝動してる。マジですか。合宿ないっすよ。そうね、今日合宿の1日分ぐらい。合宿の合宿思い出します。
おい合宿思い出すわ。でもこれからマジでそれ言うかもしれない。俺が合宿行ったら。ストップ瞳めて君だけ輝いてて引き寄せられてはい。なんかさっきもできてたんだけど、りょうりょう先生に披露すると間違えちゃった。これ見せられるなってところまで持っていきたい、コラさんを先にそこまで持っていきたいって思ってて、俺は。まず直した方がいい点なんですけど、はい。なんか一番気になったのは、その誰かが踊ってる時のなんか後ろの人の動きが結構なんか気抜けてる時が多々あって、なんとなく見とったら一緒やけど、よく見たら結構バラバラなとこがなんか多くて、君の顔がよぎるよとかもなかなかバラバラで、多いから、もう一番最初からもうカウントでやりながら一個一個確認していった方がいいかなっていうのは思う。そのタイミングが合うだけで、なんかその人の良さも出るし、この歌の伝えたいこととかも多分それぞれが違うから、なんかそれもそのいい味が出ると思うから、多分タイミングを合わせるっていうのを主にやった方がいいかなと思って、全体的にもう合ってない。タイミング、ニュアンス、角度とか、もう合ってないのもそうだし、頭の角度とか合ってないっていうのがもそうだし、それも気持ちとどうやって見せるかとかが合ってないからが一番だと思ってて、私は今日結構カウントでもう本当に丁寧にもうやっていこうか、全体通してっていうよりはこう、作ってなんか手も決めちゃいたいな。ワン、ツー、スリー、フォー。ここのタイミングもワン、ツー、スリーでもう押し始める。ワン、ツー、スリー、フォーで、フォーの時に足はつま先立ちでしっかり踏ん張って当ててから、当てて反対側下下がってどうぞ。で下向いたままちょっと前にちょっと睨んでますよね、の状態でこう上がってくる感じこう上がってくる。ああ、そうでそれをまっすぐ上がってくるとちょっとなんかニューンって上がってきちゃうから、ちょっと揺らしながらっていうか、この反動でちょっとよいしょ、かっこよく上がってくる。でもイントロの音的にはさ、バンって感じさ。そうね。だからワンでそれを入れたね。そう。ワンでそれ。あ、6、7、8、ワン。これなん良くも悪くも練習生だねって感じ。俺は歌があまり経験がなかったから、俺は正直この2人を超えたいと思うし、それがすぐにできなくて、だから逆にダンスを俺を超えてやるっていうぐらい本気でぶつかってほしい。なんかもっとカイリ君がどう思ってるのかもっと聞きたいし、カイリ君がどんなことに気づいたのかも知りたい。言ってないっていうよりかはめちゃくちゃ自分の中で問題やなと思うんだけど、やっぱりこういうグループでの経験の差から来るものもなんかあんのか分からへんけど、まだ気づけるものが圧倒的少ないというか、のがあって、やっぱ俺も一回グループ経験したし、もうほんと尊敬できないとマジで失敗するし、それが歌にも全部パフォーマンスにも出るから、そういうのも分かってるから、ちゃんとお互いのことをリスペクトしてるのもちゃんと伝わるし、一人一人信じたいなって思ってるよ、すごい。
自分もそうだし、自分のこともしてみたいし、自信もある。今日100、今100を出す感覚、出す、今100を出すぞって気持ちで音楽聴いて、ファッツァッツァってやってみよう。レイコとかは一緒にいろいろやってきたんですけど、今回生徒とか海流とかは本当に初めて一緒にやるので、それもすごい楽しみだし、みんながどういうパフォーマンスをできるんだろうっていうワクワクもたまらないです。やっと披露できるっていうのがすごい、本当にもうワクワクが止まんないですね。もう自信持ってやろうと思ってます。プロのように歩いて、プロのように立って、プロのような顔で歌いたいと思っています。長時間かけて一つのことを準備したのが初めてなんで、1年前もオーディションの時にやったんですけど、その時よりだいぶ自信もあるので頑張ります。大丈夫です。バッチリです。自分を信じて、お互いを信じて、かましてやりましょう。